今日は昨日やった実験のまとめ、結果を、青森どうなったかとか、それからベネジクト液がどうなったかっていうことを発表してもらう。それからそこから分かること、レポート用紙の右側にカッコ1カッコ2って2つ書いてあるよね。カッコ1番は要素反応から考察されることは何ですか。カッコ2番はベネジクト液の反応から考察されることは何ですか。そこの2つをまとめてほしい。それを班にこれからなってもらって話し合ってほしいんですが、まだちょっと班にはならないでね。いずれ皆さんの結果をもとに2年1組のまとめとしたいと思います。最終的にはノートに書くようになりますから、実験のタイトルノートに書いておいてください。でこれから班になって話し合ってもらいたいんだけど、一つだけ確認したいことがあるんですよ。ベネジクト液です。ベネジクト液。ベネジクト液といえばノートに書いてあるかと思いますが、いかがでしょうか。ベネジクト液どうだい。何のために使用するものですか。学ぶどうだい。ベネジクト液どうだい。ノートに書いてない。どうがい。達也どうだい。糖の検出に使用するだね。はい。糖の検出に用いるものであると。どうすればいいんだい達也。熱する。そうだね。熱する。そしてどうなった時には糖があるよってことなの。赤褐色ね。赤褐色の時ね。まあいいんだ、赤だからね。それで今回用いたものがでんぷんという物質と、あといずれベネジクト液で検出される糖なんだよね。でこの2つについてちょっと触りだけ説明したいんですが、でんぷんという物質はほら2年生の1分野1学期にやった内容かな。物質っていうのは全てが粒でできている。こういうものもこういうものも全て粒でできているという話をしましたけども、でんぷんというのはでんぷんも粒でできているんですけども、でんぷんの粒はこう長い粒なんだよね。こうやってね長い粒なんです。もっと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 長い粒なんです。パッと見た感じでんぷんというのは巨大なものなんです。粒が大きいというふうに見えるんです。ところがそれに対して糖っていうのはその粒が短い。粒が短い。パッと見た感じ粒がでんぷんに対して非常に小さい粒なんです。そんなことを考察の中に取り入れると話が進みやすいんですが、じゃあ今日はこれから班になってもらって、ここにちょっとピンボケですね。はい。みんなのレポートと同じなんですけども、 A から D の要素反応がどのように反応したかで、ベネジクト液がどのように変化したかっていったところをまず班でまとめて、1班2班3班4班なりの結果を4人でまとめてください。その後カッコ1番要素反応から考えられること、カッコ2番ベネジクト液から分かることっていうことを4人で考え、また5人のところあるよね。4人5人でまとめて考えをまとめてください。後で発表しております。では班になっていただきます。どうぞ。ありこういう感じでこう移動してもらえると、ちょっとこれがね、こんな感じ。いいね、メリーゴー。意味が分かった。みんななんなの。
接触っぽいって感じ。レポートでしょ。はい。なんかこうね、上手ですね。結果どうなったんだっけここは。ああそう。考察の感じでしょ。ここを調べる。いいよね。うん。だってここのクラスもほとんどいい状態だったんだからね。ここからね、何が分かで、ここから何が分からだ。C は大体ほらなんだこれ黒。だって要するに黒っていう反応はないんだよね。黒っぽかっていうね。まあ黒っぽい。青紫。青紫が濃い状態なんだよねここね。濃い紫。お、はい。考察も考えて。考察も考えて。で、ここがほらでんぷんが入っているはずなのに、なんかほら薄い紫とか白とかになってきて、白っていうか透明っていう意味だと思うんだよね。なってきたのはなんでなんだって。そうかもね。冷えたからさ。要素液に反応するってことはでんぷんがあるってことがないっていうことがあるってことですよ。ってことはC にはもう最初からでんぷんしか入ってないんだから。だからずっとこれは青紫なのは当たり前なんだよね。B と D を考えなきゃなんだよ。B と D はでんぷんの他に何が入ってるんだっけ。唾液が入ってるんだよ。唾液がでんぷんに対して何がしたからこうなったんでしょ。こうなったんでしょ。そこから考えてほしい。それから B と D の実験的条件の違いは何だい。条件の違いなんだっけ。 B と D はお湯とそうです。こちらは温かいんだよ。こちらは冷たい。その反応の違いから考察をまとめるんです。青紫が青紫じゃなくなったっていうことはでんぷんがなくなってきた。なくなったってことね。何によって。お湯に。お湯によって。はい、ここはここもだっていい結構出ないんだもんね。でもここって褐色になったんですか。まあ薄いっすよ。まあ薄いっすよ。なんかちょっと似たような色になったんだよね。でもこっちはなんかオレンジで橙。さて、いい。ほら青紫になったっていうことは、青紫であるっていうことはでんぷんがあるなのないなの。あるなんだよね。A と C はでんぷんしか入ってないんだから、でんぷんしか入ってないんだから青紫になるのは当たり前ね。ところが B と D は、特に B ね、青紫が薄くなってんだよ。薄くなってるってことはでんぷんがどうなってんの。溶けるとかでんぷんがなくなってきてんだよね。B と D に特別、特に B が B に何入れたんだよ。何入れたんだよ。 B に何入れたの。B につばっちゃダメ。つば、ネロネロとした唾液、あれ入れたんだよね。それ唾液がでんぷんに対して何がしてんだよ。まあいいよ、さっき言った溶かすとかそういう表現でいいから。だからそこから唾液はでんぷんをってわかるね。それから B と D の B と D 同じだね。でんぷんと唾液入ってるのは同じなんだけども、 B と D の実験的条件の違いなんだい。お湯とそうだね、お湯と水。そこからも上であるんですけど。とか穴開いてるね。一生懸命頑張るね。そこも考察に入れてもらえるといい考察にまとめ上がると思います。はてさて、後からプチッと入れたやつが要素液でしょ。何ですか。ここも最高。この結果は最高ですね。ここで考察かけないっていうのは
ペッペレペッペですね。ボイツことです。先生、そんなこと言っただから、ここから3回。A と C はこれ全部これ青紫になってるのね。ということは、でんぷんがあるってことないってこと？あるんだよね。もう最初から最後まででんぷんだらけなんだよこれは。ところが B と D にその違いが出てきてるんだよね。B と D に、同じでんぷん入ってるんだけども B と D は特別何か入れたんだよね。なんだっけ？唾液入れた試験管だけこのような変化を得ている。 B は特にその変化が激しい。青紫にならなかったってことはでんぷんがどうなってんの？ない。でんぷんなくなっちゃったの。でんぷんがなくなってるんですよ。唾液が溜めたやつだ。そうだそれだ。こっち冷やしたやつ。すごいよく気がついてる。 B と D の実験的条件の違いは温かい、冷たい。でんぷんがなくなる速度は B と D を比べるとどっちの方が速いんだ？ B の方が速い。ということはもうこれできなきゃ。もうここまで。もう一つじゃないですか。それがまとめられればもうこうバッチリですよ。ベリーグッド、ベリーグッどうしよう。ド。はい、ここ。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。おっ、ちょっと中踏んでる。ね。いい。見ると、みんな見る？A と C は全部青紫になってるでしょ。ということはでんぷんがあんのかいないのかい？あんだよね。だって青紫になってんだもん。で A と C にはでんぷんしか入ってないから。だからでんぷん反応するのは、つまり要素反応するのは当たり前なんだよね。ところが B と D、特に B に変化が出てきた。B にはでんぷんプラス、ここに書いてある唾液が入っている。唾液が入っている B の試験管が青紫から青紫にならなくなってなんか変な言い方だな。青紫でなくなったっていうことはでんぷんが唾液によってなくすっていうかなくなってるんだね。そのことが考察にかければいい。さらにここの版はこんなことにも気がついたね。 B と D を比べるとこれ D ってこの辺薄くならなかった？なったかもしれない。もうここだけが薄くなった。 B と D の条件実験的条件の違いは温度なんだよね。その温度にも気がついてるね、ここね。それがいいところです。いいよ、これでいいんだ。さらにベネジクト液はどっちが同じ色になったのね。ならちょっと考察嗅ぎにくいわな。これアルハン、はい、こうなの。どっちもこうなったの？一応じゃあこのままだと考察かけねえから、同じ色になっちゃったからもう比べることできないんだよね。他の班こうなったよと、そこからちょっと考えてみる。 B だけが反応してるんです。これは A はこれ反応したとは言えません。そこからその過去に今の考察考えてみる。 B だけ反応したんだよっていうところですね。はい、ここどうだろう。なんだよ、ツンツルてんじゃねえか。どうしたの？わかんない。じゃあ言ってみよっかい。はい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 。これもいい結果が出てんだよ、これほら。いくよ。A と C は全部青紫になったんだね。A と C は。ということは、でんぷんがあんのないの？あんだよね。最初から最後まででんぷんだらけなんだ、これ。ところが、
B と D、 特に B はちょっとこの青紫じゃなくなってるんだよね。 B には A と C と同じようにでんぷん入ってるんだけど、でんぷんプラス何か入ってるんだよ。何入ってるんだっけ？そう、唾液だ。唾液が入ったものが青紫が青紫じゃなくなってるんだよ。ということはでんぷんは唾液によってこう、消される。そう、いいね、そういう感じに消されちゃった。でんぷんがなくなっちゃったっていうふうに考察されるんじゃない？じゃあ立ってからばいいですか？え？でんぷんがなくなっていいいです、いいです。そういう表現でいいですよ。じゃあいいじゃないうん、いいです。温めたら便利し、でんぷんがなくなっていっていいじゃないですか。なんでいいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないでもほら、男性陣はツンツルってんの。ああ、あなたね。私男性じゃないです。うん、すみません、ミキさんね。はい。で、次、ベネジクト液は一家職人にならなかった。ああ、はいはいはい。A と B にベネジクト液を入れて、A と B にベネジクト液を入れて熱したところ、B だけ反応した。ということは B に何が入ってんのこれ？糖が入ってる。ということはさっき言った B のでんぷんは唾液によってなくなって、じゃあ何ができたの？代わりに。とでんぷんがなくなったはい、どういたしますか？はい、ここだい。大体求めました。書いておりませんが、ちょっとここの文章は間違ってますけど。じゃあ誰の文章あった？当たってるっていうか、今まとめて、言葉でしかまとめてないんで言葉でまとめて、まあ、僕はほとんどまとめたんですけど、はあ、そういうと言わないよ。じゃあちょっと確認だけしてみ一回。い。あ、来たんだな、おい。これも素晴らしい結果でね。もうこれをまとめられなかったらコージ、うん、なんでもない。これを見ると A と C は青紫だらけなんだよね。ということはでんぷん反応が出ている。つまり A と C にはでんぷんが最後まであるということだね。ところが B と D はこれ赤に書いてあるけども、つまりでんぷん反応、陽素反応が出てないんだよね。ということは B と D にはでんぷんプラス唾液を入れたわけだけども、唾液の働きによってでんぷんがほにゃららされてるんだよね。ほにゃららされてる。どうなってるの？分解。ああ、分解とね、こっちの言葉ではなくなっているとかっていう表現なんですね。唾液、でんぷんは唾液の働きによってなくなっているんじゃないかっていうのが分かります。それから B と D の実験的条件の違いは何？温度だよね。 B は40度。そう体温。体温 B は近い氷水。冷たいんだよ。 B と D のでんぷんがでんぷんじゃなくなってしまう速度はどっちの方が速いの？ B。 B の方が速い。ということは唾液がでんぷんに対して働く速度は温度が体温に近いほど早い。素晴らしい。もうバッチリですね。間違えてやないからね。さらに、ああもうこれも赤褐色になったのはどっち？ B。 B。ということはで唾液がでんぷんに対してでんぷんをなくしてしまった代わりに何ができたの？と。コージ、いい友達持ったな。はい、ここ。友達なの？こどうだいここは？今書いてる？ちょっと確認してみて。ちょっと見して。鉄郎のミルト。ああ、これも。あ、一やってないんだよね。ああ、これも。あれ、これ。ああ、ちょっと逆になってたんだな。確認したいことは、青紫ということは、でんぷんが、でんぷんがあるのないの？あるんだよね。青紫でないってことはでんぷんがない。そこを考えてね。B はいずれ、D は最初からか B と D を比べるといずれでんぷんがなくなっている。何によって？ B と D にはでんぷんプラス何が入ってんだよ？唾液が入ってんだよ。唾液が何かしたんじゃないかって考えなきゃならない。さらに B と D の実験的条件の違いは何？温度だ。 B は40度、 D は冷たい。ということは温度によっても唾液の働きっていうのは違う。なんだ？唾液の働きが違うんじゃないかっていうのが分かるよね。温度によって。
それから赤褐色、オレンジ色、あ、どっちも変化しちゃったのか。ちょっと書きにくいなこれな。ちなみにじゃあな、同じ反応出ちゃったらちょっと考察進まないから。これちなみに他の班なんだけども、これ B だけ反応してるの。 B だけ赤褐色になってる。 A は反応してません。これその違いからちょっと考察導かれるといいな。ね。なんだ学ぶ。はいよ。あとここ残ってるんだね。ここ残ってる。はい。はい。じゃない、カッコ2度後、なんて書くか。できたから糖ができたんですか。電プがなくなったから糖ができたんですか。最初実験この授業の初めに見てほら、長い鎖がこうブツって切れたやつが糖なんです。長い鎖が消えたからでっかいものがちっちゃくなったやつが糖なんです。糖。でんぷんの一部なんです。いわゆる。なくなったからできたんです。まあそういう表現しても。じゃあ何が一番いいんですか。まあそれはまあ最後にまとめましょう。いいです。はい、最後ここ。はい。どう？できた？ごめんね。ありね。どうだい？はい出てますね。ここは A と C はずっと青紫ということはでんぷんがあるのないの？ある。でんぷんだらけなんだよね、ここね。だってでんぷんしか入ってないんだもん。ところが B と D にはなんか青紫じゃなくなってきたんだよね。でね、見てみるとなんか時間を経つごとにこの青紫がこれ何薄くなったの？濃くなったの？薄くなったんだよね。B と D にでんぷん以外に入ってるものなんだよ、あんだよね。なんだっけ？そう。糖？唾液。唾液。光の熱波熱波したやつだろ。つまり B と D はいずれでんぷんがあるのないのこれ？ない。でんぷんが何の働きによって？そうで光の唾液によってでんぷんがなくなっちゃった。そこを書くんだよ。A と C は温度になった。だんだんでんぷんがなくなってきた。さらにこう B と D の実験的条件の違いって何？そう、氷とそうお湯。お湯どっち？ B、D はそう。これ同じなのかよ、こっちって。全く同じだったんだ。そうか。じゃあちょっとなかなかその温度の違いっていうのは書きにくいね。わかりました。じゃあそこのとこだけでいいです。唾液によってでんぷんがでんぷんじゃなくなってきたってことをまとめてください。さらにベネジクトいいね。B の方だけがベネジクトの反応したっていうことは B はでんぷんがなくなって何ができたんだい？そこをまとめられればいいね。では時間もだいぶ経っておりますので、それではそろそろ皆さんの班の発表を聞きたいと思います。では聞く体制になってください。でこれから皆さんの発表の飛鳥さんよろしいですか？皆さんの班の結果をまず聞きます。まず要素液の反応はどうなったか。 A はこうだよ、 B はこうだよ、例えばとか、あと A と C は同じようにこうだよとか、そんな風に発表してもらえれば結構です。じゃんけんがいで、その2つ目、ベネジクト液 A と B にベネジクト液を加え熱したんだけども、その時の反応をお答えください。そこまでが結果です。考察はその次にな。まず結果を聞きます。まず結果を聞きたいと思います。どっからいくかな。結果こっからやってみっかい。そこじゃあ4パーいってみっか。 OK 分かった。4パー3回やってみましょう。これどこでもいいんですけども、はい、では結果お知らせください。
はい、ちょっと聞いてください。ほら、飛鳥さんいいですか。2回目。はい、どうぞ。はい。ACD は全部青紫色で、はい、ずーっと、はい。だんだん薄くなっていく。どの辺から薄くなりましたか。3番目くらいから薄くなっていきました。はい。はい。ACD はすべて青紫なんだけども、ちょっとまだ座らないで。ゆい。B の、そう、3番目ぐらいから青紫が薄くなってきたというレポート。はい、そしてベネジクト駅は。ベネジクト液は A の試験管は赤褐色にはならなかった。はい。 B の試験管は青から緑色になくなり、そのまま熱していると赤褐色になっている。ああ、表現が素晴らしい、青から緑になってさらに熱すると赤褐色になったっていうところですね。はい、B が反応したということだと思います。はい、わかりました。それでは、はい、ごはんさん、結果をお知らせください。どうぞ。言うだけだから、結果言うだけ。はい、どうぞ。はい。はい。1分目は黒っぽい紫で、はい。2分目は変わらないで、変わらないってことはやっぱり青紫ってこと？うん、そしてで5分目はちょっと薄くなる。 5分目って飛んだの？飛んだの？あ？だんだん薄くなっていく。だんだん薄くなってきたの？あれ？逆か？ちょっと待って。さ、唾液でんぷん入れたのってどれ？あ、B と D。B と D に唾液入れたんだけども、A は青紫が薄くなってきたんですね。はい、ああ、そうですか。考察まとめたら大変だな、これ。はい、そして B は3分目から色がなくなってきた。これも色がなくなってきた。はい、そしてC は全部変わんない。全部青紫であった。はい。そしてで D は5分目が薄くなって、5分目、はい。あとは、青紫であったっていうことかな。はい、わかりました。でベネジクト液はA は濃い緑になって、はい。 B は赤褐じゃあ B だけが反応したっていうことですね。そうですか。わかりました。ごはんさん、A もなんか薄くなったっていうレポートですよね。はい、わかりました。では6番さんお願いします。A と C は青紫のままでずっと青紫のままで、はい。B は青紫からだんだん色が薄くなっていきまはい。した。そうです。はい。D は3分ぐらいまでずっと青紫で、それからちょっとずつなんか色が薄くなって。はい、わかりました。じゃあベネジクト液。A、B ともに赤褐色に。そっかそっか。そこはどっちも赤褐色になってしまったっていうことですね。はい、わかりました。では7班さんお願いします。A と C と D は全部青紫で、 B は青紫からどんどん薄くなっていった。どの辺から薄くなりましたか？最初から。最初から薄くなっていたっていうことですね。はい、わかりました。ではベネジクト液との反応は？ A の試験管は薄い赤褐色。はい、薄い。で、はい。 B は濃い赤褐色。はい、わかりました。はい、どうかな。どれが一番近いかな。これかな、やっぱりね。はい、これご覧ください。これもう皆さんと同じ、何組だったかな、4組かな、5組かな、3組かな、その辺の皆さんと同じ生徒がこうやった実験結果なんですけども、若干ちょっと違った
レポートもクラスに聞かれましたが、だいたい A と C はだいたい青紫なんだな、っていうのは A と C にはでんぷんしか入れなかったでしょ、ね、でんぷんしか入れないわけだから、まあ温度設定は違ってもでんぷんは最初から最後まででんぷんはでんぷんのままなんですよ。だから青紫がずっと続いたっていうレポートが、多かったよね。ちょっとこの辺が薄くなったっていうレポートもありましたけども、問題は B と D だ。問題は B と D。 B と D にはでんぷんに唾液が入っている。その時の反応を見るんだけども、なんか B と D もいずれは色が薄くなってんだよね。色が薄くなってるということはでんぷんがあるのないの？なくなってきてるんだよね。ないんだよね。なくなってきてる。なぜかというと B と D には唾液を入れたからではないかっていうのが、考察につながるわけだよね。さらに B と D をもっと詳しく見てみると、唾液がなくなるでんぷんがなくなる速度が B と D 比べるとどっちの方が速いんだよ。 B の方が速いんだよね。 B の方が速い。 B と D の実験的条件の違いは何だっけ？温度だ。 B は暖かい、太陽に近い暖かい。 D は冷たい条件のもと。それらを比べるとこちらの方が最も働くなんていうことが考察の中に盛り込まれればいいんじゃないかなと思います。それからこんな版もありましたな。こっちじゃない、こっち。はい、これ。これも大体同じような反応ですね。A と C はやっぱりでんぷんしか入っておりませんので、ずっと青紫である。ところが B と D には唾液入れたんだけども、 B はもう2分目ぐらいからもうでんぷん反応全然しなくなっちゃった。ここでもうでんぷんがなくなってるんだね。 D はだんだん薄くなってこの辺にはもうなくなっちゃった。ところがここででんぷん復活。よくわかんないね。ちょっとこうなし。だんだん色が薄くなってきたっていうのが分かるね。これでもね、これはすごいんだよね。これ新人類発見。これ分かるね。 A と C はいいとして、 B はもう速攻、いきなりさらに D も速攻、いきなりでんぷんがなくなってしまったね。誰とは言いませんけど、渡辺秀樹のいいです。とにかくこのでんぷんがでんぷんじゃなくなっていったっていうのが B と D の変化が分かればこの実験はいいかと思います。さらに、ベネジクト液入れたわけですよね。A と B にベネジクト液を入れたわけですが、こちら、大体こんなふうな反応になるんじゃねえかなと思います。 A の方はでんぷんしか入っていない。このぐらいの色の変化ではこれは反応したとは言えませんね。これ光を通した時に後ろに蛍光灯が見えるぐらいではこれは反応はしてます。こっちでこれギョロッとした色、赤褐色の反応、人参ジュースみたいな色ですけども、こういうになるとこの中には糖があるのではないかというふうに判定されます。実際 B の中には糖がありそうなんですけどもね、その辺の内容がこれから考察の中に盛り込められればいいと思うんですけども、一つ目、ヨウ素液の反応から考察されること。二つ目、ベネジクト液の反応から考察されること。二つ発表できっかいできっかい。目線合っちゃったんだけど、では8半さんお願いします。はい、溶石の反応はでんぷんに唾液が混ざるとでんぷんではなくなる。はい、ついでにそのなくなる速さが温めた方が速い。でベネジクト液の反応はでんぷんに唾液が混ざると糖ができる。そんなもんです。こんなもんです。いい、いいですね。いい発表。じゃあ次1番どうだい。1番できそう。了解。哲郎君、じゃあ1だけ。いいですよ。難しいところだからね、考察はいいですよ。
試験管 AB を比べてみると A はそのままなんだけど唾液を入れた B の試験管の方はB の試験管のでんぷんは唾液によって少しずつ分解される。はいはいはい、結構です、ね、A と B を比べると唾液を入れた B の方がでんぷんが少しずつなくなっていった、分解されていったっていうのが分かるよってことですね。 OK です。はい、いいですよ。じゃあニハンさん。まだってなんでって人の唾液にはでんぷんを分解する働きがあって、また温度が人の体温に近ければ近いほどその働きは早いという。で B は実験2番は、人の唾液にはでんぷんを糖に変える働きがある。恐れ入りました。素晴らしいです。そうか、はいはい、いい発表でしたね。うん、すごくこう論理だった、いい考察だったと思います。はい、じゃあサンパさんどうですか。はい、要素液の反応は唾液が入った方はだんだんとでんぷんではなくなって、はい、でベネジクト液の方はでんぷんは唾液が入っている方によって糖になった。はい、結構です。ここもいい発表でしたよね。いいと思います。それではじゃあ、それなりにみんなの反応を先生こうまとめて文章にしますんでノートに書いてください。こんなことがまとめられるのではないかと思います。あ、見づらいか。上げっか。よいしょ。何言ってんの。これでこうさしたじゃないの。いや違うんだってば。これがあるからみんながよく分かった。まあそう言うな。はい、書けましたか。今回の実験から2つのことが分かるのではないかと思います。そのこともみんな気がついたと思いますけども、1つ目、唾液っていうのはでんぷんを、でんぷんじゃないものに変える働きがあるのではないか。唾液というものはでんぷんをでんぷんじゃないものにする働きがあるのではないか。さらにこの要素反応とそしてベネジクト液との反応から
でんぷんをでんぷんではないもの、じゃあなんだ、糖だ。糖に分解する働きがあるのではないか。この授業の最初に言いました。でんぷんっていうのは長い鎖なんだよ。長い粒、パッと見た感じ巨大な粒でできている。ところが糖というのは小さな粒、短い鎖なんだよ。そういうところから巨大なでんぷんを小さな糖に砕く、分解する働きが唾液にはあるのではないかというのが実験から分かるかと思います。それから2つ目、この B と D との実験的条件、実験の条件の違いから、温度の違いから唾液がでんぷんを分解する働きというのはこの体温に近い時に最もよく働くのではないかというのが分かるかと思いますね。それでは教科書94ページをお開きください。線を引くところがあります。準備をして聞いてください。それでは参ります。94ページです。実験2からの次から。はい、線引いてください。でんぷんは唾液によって分解され糖に変化する。はい、そこまで線引く。でんぷんは唾液によって分解され糖に変化する。で次は線引かなくていいよ。またこの糖はでんぷんよりも粒が小さいのでセロハン膜を通り抜ける。はい、さらに次線引いてください。唾液のほか食物、食べ物を消化する働きを持つ胃液、膵液などを消化液、そこまで線引く。はい、次またこれも長く線引くからね。消化液に、はい、線引いてください。消化液にはいろいろな消化酵素が含まれていて、適当な温度の下で食物に含まれている成分を分解し腸から吸収しやすい養分に変える。真っ赤っかになってきたね。さらに次、ここも大事なの。このページ真っ赤っかになっちゃうぜ。ごめんな。はい、次に線引いてください。唾液に含まれる消化酵素アミラーゼはでんぷんに働き、胃液に含まれる消化酵素はタンパク質に働くというように、それぞれの消化酵素によって分解される食物の成分は決まっている。そこまで線引いてください。いやー、ずら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 って言ってしましたけども、どういうことかというと、ちょっとノートに書いてみます。それだけじゃ分かんないもんな。
かな。あららら、ちょっと。ちょっと下見えっかな。千秋見える？これ見える？見えますごめん。これ家切ってたら見える？あ、見える。ごめん。ちょっと下になっちゃった。よろしいですか？あ、これ線引かないとな。今日やった唾液、でんぷんを糖に分解する働きのある唾液。唾液は消化液というんです。消化液。でんぷんを糖に消化するための液。唾液は消化液です。食べ物を消化する働きをするものを消化液と言います。この消化液というのは唾液に限らず、その他胃液、胃袋の中にある。ゲロした時に口の中酸っぱくなりますよね。あれ酸っぱいやつ。それからちょっと体の奥の方に入りますけども、膵臓にある膵液とか胆嚢にある胆汁とかいろんな液あるんですけども、とにかく食べ物を消化する働きをするものを消化液と言います。さらにその消化液の中に消化酵素というものが入ってるんです。これ酵素というものだよ。これみんなのノートにこれ酸素って書いてない？大丈夫？酸素じゃないよ、酵素だよ。大丈夫？これ漢字。消化液の中に消化酵素というものが入っております。でこの消化酵素というものは分解される食物の成分によって決まってるんだね。例えば唾液というものは今回やったでんぷんにしか働かないんです。家庭科でやってると思います。5大栄養素、タンパク質とかそれから脂肪とかいろんな栄養素あるんだけども、唾液っていうのはでんぷんにしか働かない。でさっき言った胃袋にある胃液っていうものはタンパク質にしか働かないんです。そのように役割が決まっている消化酵素というものが消化液に入っている。この辺はちょっと難しいんで次の時間もう少し詳しくやりたいと思います、ね。では今日の授業終わりますけども、最後にレポート用紙の提出をお願いします。ではおしまい。はい、レポートして提出してください。あと HP あれがあるからみんな終わったんじゃないの？怒んないでよ。おい、あれがあるからだよ。それホールのパソコンの隣わかる？あの辺